Welcome to Radio Free Japan, coming to you from behind the Orange Curtain of Southern California. Your host, California. 日本の皆様、こんにちは。レディオフリージャパンのカリフォルニアローズです。今日もオレンジカウンティからお届けします。白板にはレディオフリージャパンが何をやっているかを書いております。主に日本のフェイクニュースによって洗脳されている方々の認識を変えていただきたいなという思いで動画を始めております。なぜならばアメリカと日本が私は大好きだからです。今日は、4月2日に、トランプ大統領の大々発表がされて、世界中えらいことになっておりますが、4月2日の大措置、総合関税という措置を発表しました。あらゆる国に関税をかけてその措置を取る。そして、トランプさんが呼びかけたのは My fellow Americans, this is Liberation Day と解放の日です、記念日ですという新しい夜明けがやってきたみたいな感じでしょうか。それによって市場は大荒れで、2兆5000億ドルの暴落でした。2兆5000億ドルというと日本円で367兆4223億円ぐらい、ちょっとよくわけのわからない数字です、私には。そのすごい暴落が起きて、円も、ここのとこずっと円安に向かっておりましたが、145円ぐらいまで円高に一気に一瞬で向かいました。で、もうアメリカ中のもうどこ行っても、みんな心配して、どうなるんだろうっていう話ばっかりでしたけれども、関税はインフレを起こすものではないということですので、そんなにビビることはないかと考えています。日本の政府なんかは全くアメリカは何を考えているのかわからないという感じの総理は発言をしてますし、そして大手のニュースメディア、嘘ばっかり書いてるニュースメディアは、とんでもないことをやったな、またトランプはみたいな、マイナスのニュース報道ばかりで、なんていうのかな、不安、国民の世界中の人々の不安を煽るような報道ばっかりです。それが普通なんですけれども、それが嘘ですよということを気がついてほしいためにこれを喋っているんですけれども、でもこの総合関税というのは初めての試みで、トランプさんのこれがどう出るかはやってみないとわからないというのが本当のところですが、トランプ大統領の本意はその生産者を底上げする、生産者にとって、
プラスに向かうための政策であって、消費者にとってプラスになるというわけではなくて、生産者製造業の方々にとってはすごくいい政策であるというものですので、それが結果消費につながり国を豊かにしていくという計画のもとにされた措置です。はい。日本の政府に向けてもトランプ大統領は言っていましたが、24% と言ったけれども、それはあくまでも上限でありまして、交渉によって下げるつもりなんでしょうという言い方でしたので、いつものトランプさんの戦略というか表現の仕方ですので、 24% だもうダメだっていうじゃなくって、同じテーブルについて交渉の機会を持って前に進んでいただけたらいいなと石破総理にもお願いしたいと思います。はい、今日は総合関税についてお話ししました。ではまた明日。